ご視聴いただきありがとうございます。本日は2026年4月6日月曜日です。4月に入り、季節は春本番。東京ではすでにソメイヨシノも盛りを過ぎ、葉桜となっています。まだまだ桜を追いたい私は、しだれ桜で有名な妙義神社を目指して群馬県まで足を伸ばすことにしました。7時半に出発して2時間、藤岡インターチェンジで高速を降ります。徐々に妙義山が近づいてきました。標高1104メートルの妙義山は、赤城山や榛名山とともに上毛三山の一つとされ、日本三大奇景の一つにも数えられる山です。10時40分、まもなく目的地の道の駅妙義に到着します。標高が430メートルを超えるこの付近は桜が満開です。右手側に妙義神社の鳥居が見えてきました。そして目的地に到着です。道の駅に車を止めて参拝に向かいます。当地を訪れるのは2度目です。前回は河津桜が見事に咲き誇っていましたが、本日は満開のソメイヨシノが迎えてくれました。妙義神社までは徒歩で数分の距離です。見事な桜のアーチです。妙義山麓に鎮座する古刹妙義神社の創建は537年。山岳信仰の聖地として1500年の歴史を刻みます。白雲山の登録を象徴する重厚な構えの総門、高さ約12メートル、かつては仁王門として神域への入り口を固めていました。春、門を彩るしだれ桜が参拝客を静かに迎え入れます。1717年に建立された道鳥居。青銅特有の深い色合いが神社の長い歳月を物語ります。1656年建立の旧本社箱曽社。現在の社殿が再建されるまで妙義の信仰を支え続けた古き社。鮮やかな色彩を放つ随神門。ここから先はさらに厳かな神域へと続きます。本社正門である東門、金箔を施した繊細な彫刻が江戸時代の職人技を今に伝えます。黒漆塗りと金箔、豪華絢爛な彫刻に彩られた本社。1756年完成、日光東照宮の流れを組む権現造りの傑作です。境内には大の字を目指す登山道入り口も設置されています。参拝後は総門までの長い階段を降りても良いですが、本殿を背にして左の階段から降りることもできます。宮様御殿は10メートルの石垣の上にあり、1852年に再建されたものです。社務所は大きな天狗のお面が参拝者を迎え入れます。城郭を思わせる高さ10メートルの見事な石垣。江戸時代半ば、妙義山の安山岩で築かれたもので、技巧の巧みなことで著名です。風に揺れるしだれ桜が厳しい岩肌の妙義山に優しさを添えます。時を超えて守り継がれる日本の美学と信仰の風景に出会えることができました。13時半、参拝を終えて道の駅に戻ってきました。食事処で昼食とします。お待たせしました。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい。注文したのは大の字定食。
そばと舞茸ご飯にかき揚げと味噌おでん、ご当地の名物が勢ぞろい。これで1400円はリーズナブルではないでしょうか。この満足感を LINE で共有しときます。次の目的地を定めるべく情報館に立ち寄ります。確かちょっとスタンプも置いてありました。熊が出ます。熊が出るってよ。近くに桜の里というところがあるようです。桜の開花状況が気になりますが、行くだけ行ってみるか。桜の里は妙義山の南麓に広がる約47ヘクタールの広大な森林公園です。駐車料金は無料とのことでした。公園だと甘く見ていたのですが、この後ひどい目に遭います。残念だな、晴れてればな。周りには誰もいない中、急な坂をどんどん下っていきます。管理棟から出発して一本杉園地あたりまで下ってきました。この辺りから思っていたのと違うと薄々気がつき始めました。延々と下り坂が続きます。下草は刈られていて整理されているのですが、奴が現れないかとヒヤヒヤしだします。広い公園なので全てを回ることはできません。坂を下った先にある一の沢園地まで行ってみようと遊歩道に入りますが、こんな道なの？恐ろしくて進めません。ほら遊歩道は諦めて舗装された管理道を行くことにしました。涼必要だわこれ。靴もスニーカーのままでトレッキングシューズに履き替えていません。もう帰ろうかと何度も思うのですが、展望台への分かれ道まで来ました。展望台まで登って帰ろうと再び遊歩道に入りましたが、俺なんかが行くような感じじゃないぞ。周りに獣の気配があり、ガサガサ言っています。鳥か小動物と思いますが、とても進めません。やめようか。ついに熊鈴を装着、少しだけ心強くなりました。いや、いいな。あれ、結局管理道を行く私。坂を下って目的地の一の沢園地入り口までやってきました。時刻は15時半を回りました。そろそろ戻ることにします。桜もそうですが、宮松ツツジもちょうど見頃でした。帰路は遊歩道を進んでみることにします。どこが道だか分かりにくいですが、目印の赤い杭が打ち付けられています。私は山の名前が全くわからないので、スマホのソフトで調べてみると、見えているのはということでした。栗が落ちてる。尾根に出てきました。正面に近藤さんが迫ります。尾根は道幅が狭いです。眼下に先ほど歩いてきた管理道が見えます。振り返ると一の沢園地。道幅は50センチくらいしかありません。そして左側は結構な崖です。滑り落ちたらただでは済みませんね。いや、これは本気で危なくなってきました。結構これは食われてんな。鹿かな。鹿のでいいけどな。もう
お気づきと思いますが、この公園は素晴らしい景観ですが、一般的な公園とは少し異なる環境です。園内は高低差が非常に大きく、遊歩道というよりは登山道に近い坂道や階段が多くあります。スニーカーやトレッキングシューズなど滑りにくい靴が必須です。このエリアはクマ、イノシシ、サルなどの野生動物の生息地です。早朝や夕方は遭遇する確率が高まります。クマ鈴を携行するか、ラジオなどで音を出して歩くことをお勧めします。というのが、帰宅してから AI に尋ねたところの回答です。鹿の声だよな、俺の。先ほど引き返したところです。そのまま進んできても行けましたね。さっきここまで来たのか。左に行けば舗装された管理道ですが、県道に出ようかな。あえて急な遊歩道を登る選択をしました。獣が怖いし、道も険しいのですが、なんとなく心地よくなってきました。子供の頃、親に連れられて何度か軽登山の経験がありますが、大嫌いでした。それが今はハイキングに行きたいと思うのですから、人は変わるものです。獣の気配を感じて、熊笛を吹いてみました。失敗したこの石。妙義神社の参拝に続いて、思ってもみなかったハイキングとなり、かなり疲れてきました。おまけに飲み物も補助食も持っていません。ようやくゴール付近まで登ってきました。無事に国道までたどり着きました。管理棟まで戻ります。入り口まで戻ってきました。この辺りが一番咲いています。まだ満開じゃないから。そうですね。まだこれからなんですか。7分ぐらいかああ、ソメイヨシノ今、いろいろなのが埋まってるんですよね。な。いろいろ名前がみんなついてるんだけうど、んうん。こっちはまだ遅いです。あ、遅いですか。中も全部あるからね。うん。みんなこっちが遅いいやー、結構すごいですね。甘く見てました。えいや満開になったら全部満開になったらすごい綺麗ですよ。ー、こう山全体が。中も全部だ。ああ、そうなんですか。あそこに小屋があるでしょ。はいはいあの小屋も全部だから。ああ、そうなんですか。じゃあまだそうそう、本当にまだええ始まりみたいな。とりあえずね、桜祭りでね、始まったんだけまたそうですか7分ぐらいだから、ど。うん、また明日ちょっと天気悪いからね。うん。 10日ぐらいですね。来週ぐらいですかね。どうもありがとうございます。どうも。東京はもう葉桜になっているのに、これからとのこと。45種類4000本が植えられており、長い間花見が楽しめるそうです。もう16時になろうとしています。次の目的地に向かいましょう。日帰り温泉に立ち寄るつもりだったのですが、入り口を間違えたようで、とんでもないことになっています。なんとか無事にたどり着きました。やってきたのは上増田温泉砦の湯。群馬県安中市の山中に佇む日帰り温泉施設で、源泉かけ流しの炭酸水素塩温泉が特徴です。こちら帰りに出してください。はい1000円からお預かりします。はい、すいません。200円のお返しはい、どうも。どうぞ。はい。他にお客なく、ゆったりと浸かることができました。シャンプー、ボディーソープ、ドライヤー完備、露天風呂もありました。食事処もついています。なんか食べ物もあるんだ。本日は終了しました。かけフライ定食だって。いろんなもんだ。帰りはお店の人に広い道を教えてもらいました。松井田妙義インターチェンジから高速に乗って東京を目指します。旅は終わりです。妙義神社でしだれ桜と歴史ある建物を見学し、道の駅では地元の名物でした包み、
事前の情報なく訪れた桜の里では、思いがけない花見ハイキング。山あいの温泉で疲れた体を癒す。日帰りとは思えない充実した一日となりました。往復 320km、 山形や飛騨の半分に満たない距離ですが、今回も N 版は快調に走り抜けてくれました。